当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて、今回のお話は、南半球オセアニアに位置するオーストラリア大陸より東の海。皆様は、こう聞いて、一体何を連想するであろうか。当チャンネルのリスナーであるならば、すでにご存知であるのかもしれないのだが、実は、この東の海域、複数種の未確認生物の目撃が多発していると言われているエリアなのである。中でも、目撃が多いとされるのが、ホークスベリーリバーモンスターと呼ばれる、首長竜タイプの生物や、モササウルスなどの古代の水生爬虫類タイプの謎の生物が出没しているという情報を、以前、このチャンネルでもご紹介したことがあるのだが、実は、この海域で目撃されている未知の生物は、これらだけではない。今回は、オーストラリア東部の海、モートン湾と、その近隣海域に出没すると言われ、多数の目撃証言があるのにもかかわらず、魚類なのか、哺乳類なのか、はたまた爬虫類なのかなど、その生物種の特定をすることが非常に困難であると言われる、まさに、怪物と呼ぶにふさわしい、オセアニアの謎の水生生物、モートン湾の怪物についてご紹介する。当チャンネルオカルト見聞録では、メジャーなユーマはもちろんのこと、日本ではあまり知られていない世界中のユーマの情報、また、目撃者様から直接入手した世に出ていない情報などを取り扱っておりますので、ご興味がございましたら、ぜひ、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。オーストラリア・クイーンズランド州モートン湾。ここは、オーストラリア東海岸にある港湾都市ブリスベンから東におよそ19キロに位置する豊富な海洋生物が生息する穏やかで暖かく青い海が特徴的な国内外から人気の観光スポットとして知られる湾で、もともとおよそ6000年前の氷河期周縁時の海面上昇により形成され、現在では沖合のモートン島、ノースストラドブローク島、サウスストラドブローク島の3つの砂島により水流が制限されているため、水深は比較的浅く、海水は透明度が高い。また、イルカやサメ、ジュゴンやカメ、ロブスター、さらには8種類以上のクジラなど、様々な海洋生物が生息していることでも有名で、動物学的にも世界的重要な海域と認められ、オーストラリア国立公園として保護されている。そんな、美しく自然豊かなモートン湾であるのだが、かつて、この湾及び周辺海域には、これまで誰もが正体を見破ることができなかった、まさに怪物と呼ぶにふさわしい謎の生物が出没していたのだという。モートン湾の怪物の身体的特徴については、全長およそ 5.5 メートル、体色は茶色みを帯びた黒色。幅およそ60センチの頭部は平坦で、左右の離れた位置に目がある。また、幅広の平らな吻部も備わっており、口はナマズのように大きい。さらに、頭部と胴体を隔てる首などはなく、一体化しており、頭部のすぐ後ろには、奇妙な形状のヒレがある。全体的な姿形は、巨大なウナギのようなフォルムをしており、胴体に沿って、小さなヒレが多数備わっている。そして、その性格は好奇心旺盛でおとなしく、船や目撃者と対峙した際、凝視したり、後ろをつけられたりすることもあるのだが、それ以上は何もなく、過去、この生物によって危害が加えられたという事例はない。次に、モートン湾の怪物の目撃についてご紹介する。1958年、モートン湾に浮かぶ小島、セントヘレナ島近海で、地元住民であるチャドウィック夫妻が、ボートで釣りをしていたところ、突然、すぐそばの海面が盛り上がり、水しぶきとともに、謎の生物の頭部が浮上してきた。その生物は、平坦な頭部を持ち、左右には離れた目と、顔面のほぼ半分にもなる大きな口を備えていた。これに驚いた夫妻は、そこから全速力で逃げ出したのだという。そして、そのおよそ1年後の、1959年12月末、モートン湾から、およそ 3.2 キロ離れた海域で、ロン・スペンサーとその妻ジャネット、また、友人であるジョン・ベルチャーの3人が、ボートで釣りをしていたところ、すぐそばの海上で、
これまで見たこともない謎の生物が、頭部を海面から露出させる姿を目撃。その生物は、幅およそ60センチの平らな頭部をしていて、左右の離れた位置に深く落ちくぼんだ眼下に目があり、皮膚は、ヒキガエルのような茶色がかった黒色をしていた。やがて、生物は、海面からおよそ90センチほども頭部を出し、しばらく、辺りの様子を伺った後、水しぶきを上げながら、水面下へと姿を消した。その時、海面上に出現しているのはあくまでも頭部のみで、後部の首などは確認することはできなかったのだという。この光景に驚いた3人は、すぐに岸へと戻ることを決め、ボートを旋回させ、そのまま走らせていたところ、渦中の生物がボートの後を、頭部の浮上と潜水を繰り返し、その距離を縮めながら追跡してきたのだという。ロン・スペンサー曰く、この時、謎の生物は、その様子から、ボートと乗っていた3人に興味があったようで、彼らを凝視し続けながら追いかけては来るものの、何か危害を加えるという素振りはなかったのだと語っている。やがて、ボートが岸へと近づくと、その生物は沖へと引き返し、海中へと姿を消した。そして、ロン・スペンサー夫妻の遭遇事件からわずか数日後の1960年1月1日、モートン湾に面した港町、デセプションから、ボートで港からすぐ出た、水深およそ6メートルの浅い海域で、ナイジェル・タットという男性と、その娘キャロル、そして友人のジェイの3人が釣りをしていたところ、ボートからおよそ 2.4 メートル離れたすぐそばの海上に、海面からおよそ 1.2 メートルほど、体を浮上させる謎の生物を目撃。その生物は全長およそ 5.5 メートル、体色は茶色みがかった黒色で、うなぎのような長い体型をしていたのだが、体に沿って小さなヒレが多数備わっていた。そして、その頭部は平たく、目は左右に離れており、口はナマズのように幅広で大きかったのだという。謎の生物は、ボートに乗るナイジェル・タットら3人をしばらくの時間凝視した後、水面下へと姿を消した。このナイジェル・タットらの遭遇事件は、地元新聞で大きく取り上げられ、謎の生物の話題は、モートン湾近隣で、一躍注目の的となった。そして、この記事掲載の数日後、デイブ・マナーズという地元の男性が、新たな目撃情報を新聞社へと提供したのだという。マナーズが語るには、彼が休暇中、母親と2人でモートン湾に面する海岸で釣りをしていたところ、およそ18メートル離れた海面に、蛇のような姿をした謎の生物を目撃。その生物は、体を上下に波打つように泳ぎ、時折、頭部の潜水と浮上を繰り返していた。この生物に驚きつつも興味を持った親子は、徒歩で海岸伝いに追跡したのだという。その生物は、全長およそ 5.5 メートル、幅およそ60センチ、体色は茶色みがかった黒色で、平らな頭部を持っていた。ここまでは、他の目撃証言と同様であるのだが、追跡したことで、さらによく観察することができたため、幅広の平らな吻部と、頭部のすぐ後ろに、奇妙な形状をしたヒレがあるのも確認することができた。やがて、親子は、徒歩での移動に疲れ、およそ 1.6 キロの地点で、追跡を断念したのだという。1960年11月、カーフ人という地元女性が、モートン湾北部に位置する、ブライビー島近隣の岩礁から海を眺めていると、すぐそばの海上を泳ぐ、長い胴体と、大きな頭部を持つ謎の生物がいるのを目撃。その生物は、頭部を海面から浮上させ、しばらく彼女を凝視し、その後、水面下へ姿を消したのだという。さらに、その数週間後の11月の後半、ベイリーという地元男性が、モートン湾のほど近く、ブリスベンの南東部に位置するレッドランド湾近海で、謎の生物を目撃。その生物はカバよりも巨大で、大きな頭部と長い胴体を持ち、海中を上下にうねっていたのだという。1962年9月のとある日の早朝、モートン湾北部に位置するブライビー島の海岸を散歩していた
ロバート・ダンカンという地元男性が海上に蛇のような謎の生物が泳ぐ姿を目撃。その生物は全長およそ 4.5 メートル、小型のクジラくらいの大きさで、長い体に大きな頭部を持ち、胴体の下半分に複数のヒレを備えていた。また、体色は茶色みがかった黒色で、ゴツゴツとした皮膚感をしていたのだという。ダンカンは、持っていた双眼鏡で観察したところ、渦中の生物は、およそ5分間、水しぶきを上げながら海面を転がったり潜ったりを繰り返し、やがて、その海域から姿を消した。彼曰く、それは、まるで遊んでいるように見えたのだという。また、その時、生物の尾行から水を噴霧する姿も確認されている。そして、この目撃を最後に、モートンマンの謎の生物は姿を消した。モートンマンの怪物のその正体については、クジラやイルカ、ウミガメやジュゴンなどの海洋生物の5人というのが、当時の一般的な正体候補であるのだが、目撃者たちはそれを否定し、基地の生物ではないことを断言しているのだという。また、いずれの目撃証言からも、海生物の特徴が当てはまる部分が多くあり、おそらく、同一の生物の可能性が極めて高いと思われる。さらに別の正体候補としては、謎の生物の頭部は平たく、目は左右に離れており、口は、ナマズのように幅広で大きかったという共通点から、規格外の巨大なシュモクザメではないかと言われることもある。シュモクザメとは、メジロザメ目、シュモクザメ科の魚類の一種で、頭部が左右に張り出し、その先端に目と尾行があり、羽を打ち鳴らす定時型の種目のような形状をしていることから、シュモクザメ、欧米では、金槌に見立てハンマーヘッドシャークと呼ばれている。確かに、頭部の見た目だけで言えば、シュモクザメのようでもあるのだが、長い胴体には、多数のヒレがあったという証言もあり、サメ類などの魚類とも違うように思われる。さらに、別の証言から、体を上下に波打つように泳いだり、尾行から水を噴霧するなど、哺乳類的な側面があることにも謎が残る。とかく、地元の漁師からは、巨大なウミガメであると信じられているのだが、証言からは、ウミガメのような爬虫類的な要素は全く感じられない。さらに、この怪物について、未確認生物研究家、ベルナール・ユーベルマン博士は、滝型シーサーペントの一種、ムカデクジラではないかと推測。ムカデクジラとは、胴体側面に多数のヒレがあり、体全体が甲殻のような硬い皮膚に覆われた、クジラなのだと言われる水生未確認生物の一種であるのだが、未確認生物であるため、その名の通りクジラであるかは断言できない。非常に大きなサイズにまで成長するのだと言われ、1899年、イギリスの軍艦ナーシサスが、北アフリカの国アルジェリアのファルコン岬近海で目撃した個体は、全長およそ45メートルにも達していたのだという。さらに博士によると、このムカデクジラは魚類などのエラ呼吸ではなく、水面で物理的に肺呼吸をするのだとし、その際には口や尾行から水を噴霧することがあるのだという。これらのことが加味され、ムカデクジラはモートンマンの怪物と身体的にも行動的にも多数の共通点があり、同一種または近縁種ではないかと推測されている。いかがだったでしょうか。モートンマンの怪物。フォルムの雰囲気的には魚類のようにも感じられますが、イルカやクジラのような海生哺乳類的な一面もあり、謎は深まるばかりです。さらに好奇心旺盛というところに、魚類には感じられない知能の高さが伺い知れます。また、ベルナール・ユーベルマン博士が推測している、滝型シーサーペントの一種、ムカデクジラが正体というのは、これ自体が未確認生物なだけに、正体がわからない以上、候補としては、既存の生物と比べると根拠が弱いように思われます。ドロップ的にも、1808年にスコットランド・オークニー諸島の一つ、ストロンゼー島に漂着した謎の生物の死骸、俗に言うストロンゼーモンスターの生前の姿を連想しましたが、これもまた元が未確認生物なだけに、正体がわからない以上、因果関係は不明と言わざるを得ません。かつて、モートンマンとその周辺海域に出没した怪物。現在では、その目撃は途絶えているということなのですが、
一体どこへ消えてしまったのでしょうか。やはり、オーストラリアの東の海域は、我々、人類がまだ知り得ない、謎多きエリアなのかもしれませんね。皆様はいかが思われますか？今回の話は以上となります。いやー、オカルトって、本当に楽しいもんですね。またお会いしましょう。